めちゃ長かった最後の一本が。小田原に向かっております。はい、こんにちは。また朝寒すぎて行けなかったんですけど、お昼に今から入りたいと思います。今1時50分です。今から入りたいと思います。You're a lonely sailor, and your soul is made of wind and rain, darts and blame. I'm a weary pirate, and my heart is made of dust and grain, and spoiled champagne. I've got troubles, I've got sins, I'm my worst enemy, but I've still got a lot to give. So I said, hey, don't you wanna come and run away with me? Hey, won't you come and say by chance, don't you want me? A man who fully understands a sailor's heart, a sailor's heart. You're a born survivor, and you'll never find yourself in love. You're wise enough. I got troubles, I got sins, I'm my worst enemy, but I still got a lot to give. So I said, hey, don't you wanna come and run away with me? Hey, won't you come and say by chance, don't you want a man who fully最後一本と思ってめちゃめちゃ長かった最後の一本が。疲れた。ねえ、全然乗れなかった今日も。上手い人がめちゃめちゃいっぱいいるからさ、ビビって端の方いたから多分場所も悪かったと思うんだけどさ、ちょっと悔しい、悲しい。でもよかった、楽しかったです。いっぱい人いるもん。頑張りました。はい、おはようございます。今日もリゾートバイトがお休みなのでやばいはい、おはようございます。今日はですね、前も言ったんですけど、神奈川県の小田原に向かっております。今日もですね、リゾートバイトお休みなので、隙間バイトでね、ちょっとまた働きに行こうと思うんですけど、その前に途中でね、海に入ろうかなと思っていたんですけど、一応ちょっとそこに向かうまでに3カ所ぐらい見れるところがあって、でさっき1カ所見たんですけど誰も入ってなくて、結構もうあれあれで、昨日とか結構大きかったみたいで、今日はもしかしたらちょっと最悪今日は海に入れないかもしれないなって思ってるんですけど、ちょっと通り道でね、他のところも見ながら行きたいと思います。で今日はね、海の後に海入れたらその後に食べたいところももうお店決めてて、今日も日帰りトリップなんですけど楽しみたいと思います。で結構さ、なんか静岡から行ける場所がいっぱいあって、なんか本当になんかちょっと楽しみすぎる。で本当にさ、こういう感じで日帰りでも行けるところがいろいろあるからさ、候補が。だから本当にもう一日でもさ、行けるところはどんどん行っちゃおうと思っています。
でやっとさ4月も終わりになってきて、4月後半になってきて、ちょっとずつさもう私の耐えれるさ水温になってきて、まあだいぶ寒いけど気温もだいぶ暖かくなってきたから、上がった後に寒くないっていうね感じでやっとできるようになってきたから、まだ早朝はやっぱ無理だけどさ、8時9時ぐらいだったら全然なんか普通ではないけど頑張って入れるようになってきたから、やっとさこれからまあ人も増えちゃうだろうけど、海に入る人のさ、でもこれからまた楽しめるかなと思います。はい、ということで今から1時間ぐらいちょっと運転して次のポイントまで行ってみたいと思います。もう結構さなんかその隙間バイトとかもいろんな仕事があるからさ、なんか行けるところには行きたいなとか思って、この間箱根にも行ったじゃん。箱根とかさ3時間近くかかってさ、どっから来たんですかとか言ったらめちゃめちゃびっくりされて、まあそりゃそうだよなとか思いながらさ、で今日も2時間ぐらいかかる場所に行くんですよ。でもさなんかそのトリップのさ途中っていうかさ、それの目的でそこまで行けるからさ、なんかそれはそれでなんかこういう楽しみ方もなんかありかなっていうのをねすごい思ってて、めちゃめちゃ楽しい。だから最近毎日じゃないけどさ、休みのたびに長距離運転しててさ、超楽しいよ。でなんか最近またさリゾートバイトの前にさたくさんの方に見てもらった40代のさリゾートバイトのメリットデメリットの動画じゃなくって、それと別でもう一本損するかもみたいなさ、始める前に見てほしいっていう動画をね一本上げてるんですけど、最近さそれがまたなんかこう見られてて、でまたコメントもらったんですけど、なんか61歳の方がコメントくれてて、なんかやっぱり若い人よりまだ働けるけど年齢で渋られますって言われててさ、その方だからやっぱりもちろんさ全くできないわけじゃないと思うけど、60代とか50代とかでもさ、でもやっぱり本当にさ普通に考えてというかさ、まあ私今40代であんまり年齢で断られた経験はさ、まあ直接言われないだけかもしれないから分かんないけど、あんまりないのね、なんかその年齢がネックになった経験は。でもやっぱり50代60代になってくると、やっぱり20代30代のさ若い人たちと比べてしまうと断られる率もやっぱ上がっちゃうのかなとは思うんですよね。まあそれはやっぱりさ仕方ないかなと思ってて、もちろんやっぱりさ若い人の方が体力もあるしさ、現実的に考えて、だからそうやって渋られるっていうこともやっぱりあるのかもしれないけど、でも私が今働いてるところもさ65歳ぐらいだったかなの方が私の後から入ってきて、そうだから可能性は全然ゼロじゃないなと思うし、で私さ初めてのリゾートバイト沖縄で5つ星ホテルでやったんですけど、やっぱりそこは20代前半とかの若い人たちじゃなくて、あえてそういう30代後半とか40代とかの人を取ってるってやっぱ言ってたんですよね。なんかやっぱそういうさちょっと年齢が上がってる方が経験もあるし落ち着いて見えるし、やっぱりそういうなんかこう5つ星ホテルの品格っていうかさ、このキャピキャピじゃないさ多分良さがさあるんだと思うんですけど、そうだからやっぱりさそういうところで仕事は見つけれるかなとは思うんですけど、それでもやっぱりさ年齢が気になる方とか心配になる方ってやっぱりいるかなと思うんですよね。それはもう仕方ないかなって私もやっぱり思うし、でもさそういう方こそリゾートバイトじゃなくてさ隙間バイトでちょっとやってみるっていうのは全然ありなのかなと思います、なんかさ私隙間バイト結構今行ってるけどさ、前から結構いろいろ行ってたけど、本当にさ同じ年代の人も多いし50代60代も結構いるんですよ。
でスキマバイトのさ仕事を選ぶ時ってやっぱりレビューをめちゃめちゃ見るんですけど、レビューって年代と性別が出るんですよね。でそこでね結構やっぱ50代60代の方がねめちゃめちゃなんか働いてるなっていう印象なんですよ、そのレビューの数見てもさ。だからさ、そういうなんかそういうスキマバイトこそさ面接もないし審査もないから、誰でも本当に働ける、年齢問わず働けるから、なんかやっぱ年齢が気になってリゾートバイトなんかこう勇気が出なかったりとかお仕事断られちゃった方とかはそういうスキマバイトでこういうさ旅しながらとかっていうのも全然できるから、私が今やってるみたいな感じで、だからそういうところからやってみるのはどうかなと思います。なんか私さ40代でなんかまだまだ遅くないですよとかって言ってさ言ってるけど、50代60代の方もさ結構見てくれてるみたいで動画を。だからなんかすごい嬉しいなって思うし、真っ暗になっちゃったそうすごい嬉しいなと思うしさ、やっぱりなんかそういう年齢で諦めたりやっぱしたくないじゃん。そうだから本当に嬉しいなと思います。はい、ぜひスキマバイトやってみてください。なんかさ私福岡でも結構やってたし沖縄でもやってたし今静岡でやってて思うけど、やっぱ都会になればなるほど時給が若干高いんですよね。でやっぱ誰でもできる仕事だからそんなにめっちゃ高いわけではないんですけど、福岡で働いてた時とかってやっぱ時給1000円とか、1000円以下になることはないですけど1050円とかさ1100円ぐらいだったんですよ。でもなんか静岡になるとさ1200円とかが大体普通で、この間行った私洗い場のホテルの洗い場のお仕事とかさ1300円だったんですよ時給が。でもめちゃめちゃ大変とかっていうわけじゃなくて全然もう本当に余裕の仕事で、これで1300円ももらっていいんですかみたいなぐらいの感じだったんですよ。だからさちょっと都会こういう静岡とかさ神奈川とかなんかこう首都圏に近いところとかになると時給もちょっと上がるしさ、なんか短時間で意外となんかお金ももらえるっていうかさ、そうだから1日7000円とかさ8000円とか全然もらえる、何時か56時間働いてもらえるから、なんかそのさ働く時間も短くできるしもらう金額ももらえるからさ、なんかこう旅しながらその観光の時間も取れるし、すごいなんかいいよねって思うんですよね。そうでいろんな場所で働けるからさって思います。ぜひ気になる方はね一回本当にさ自分のお家の近所からでもいいからなんかやってみてほしいなって思います、気になる方はね。で旅先で働くとさ本当にいろんな人がいて、もちろんそのさ地元の人たちとかもいるけど、この間下田で働いた時とかは南伊豆の人とかさこっちが地元ですっていう人たちとかも結構いたし、そういうなんか出会いっていうまではいかないこともあるしさ、その時限りで終わっちゃう人たちももちろんその方が多いけど、なんかそこでさそういうなんかここのご飯屋さんこの辺だったら美味しいですよっていうことを教えてもらったりとか、いろんななんか旅しながら回ってる人とかもいたりとかするしさ、そうだからそういう意味でもなんか楽しいからさ、ぜひやってみてください。はい、ということで今からまたあと50分ぐらい運転して次の最初の目的地に向かいたいと思います。結構今日は風もあるからなんかいい波ではないだろうけど入れないこともやっぱあるだろうからさ、最悪とりあえず行ってみたいと思います。
はい、第2のスポットに到着しました。結構入ってる人いる。ちょっとちっちゃいけどロングの人も結構いるね。ここで入ろうかな。なんかいい感じかもしれない。ここで入ります。めっちゃ前乗りおー、ちょっと今から入りたいと思います。はい、こっちは岩があるらしくて、今隣のおじちゃんがさ教えてくれてちょっと喋ってたら、そことかもめっちゃ言われてるし、ここは気をつけないといけないから、こっち側から回って入ってあっちで乗ろうかな。あの人とかめっちゃ乗ってる、さっきから。Take the step. You don't have to wait. Lose that breath. You don't gotta change. Stay on the road, won't you? Stay on the road, you're doing fine. Stay on the road, won't you? Stay on the road, it'll work in time. Don't trust that voice, just let it speak. You got a choice, just let it be. Stay on the road, won't you? Stay on the road, you're doing fine. Stay on the road, won't you? Stay on the road, it'll work in time. Stay on the road. Stay on the road. Stay on the road, won't you? Stay on the road, you're doing fine. Stay on the road, won't you? Stay on the road, it'll work in time. Stay on the road. Take the step. You don't have to wait. Lose that breath. You don't gotta change. Stay on the road, won't you? はい、
お疲れ様でした。今海から上がりました。めちゃめちゃ楽しかった。なんかさ、多分3本ぐらいしか今日乗れてないんですけど、なんか今日のとこさ、ワンピークでめちゃめちゃ上手なおじさまたちがいっぱいいたんですよ。で、なんかショートとロングでさ、ちょっと分かれてる感じで、私はショートの方で入ったんですけど、なんかさ、やっぱみんな上手だから、で、そこワンピークだったからさ、なんか最初結構様子伺って端の方にずっといて、でそこからさ、上手な人たちがみんなこう乗ってったりとかして、空いたとこで頑張るみたいな、で乗れなかったやつを乗るみたいなさ感じでやってたから、なんか全然今日もしかして一本も乗れないで終わっちゃうかもしれないとか思いながら、でもなんか乗れたからさよかったと思って、なんか今までよりさちゃんと周りの人を見れた気がして、今回は。でみんな本当優しかったのでさ、最初駐車場止めた時になんか横のおじさんさ挨拶したらさ、でなんかここ初めて入るんですみたいな話したらさ、こっち側は岩がいっぱいあるから、で今から引いていくからさ気をつけてねとかって言って教えてくれて、で海の中の人たちもめっちゃみんな優しくて、なんかすごいいい感じだった、雰囲気が。でそれでさ3本ぐらいだったけど、なんかさ頑張って乗れたしさ、みんなが乗らないやつを乗ったりとかしてさ、でしかもさ1本多分前乗りしちゃってさ謝ったんだけどさ、そうでそう乗れたからよかったなと思います。でなんか前乗り1本された時のさ人もさ、なんかすごい謝ってくれて、なんかめっちゃいい雰囲気だった。で波もでかすぎなかったしさ、すごいいい感じでいい感じだった。で今からねご飯食べに行くんですけど、ちょっとしばらくまた運転して美味しいまた海鮮のランチを食べに行きたいと思います。はい。で11時オープンのお店なんですけど、11時20分着の予定で、どんぐらい忙しいお店なのか結構なんかレビューがめちゃめちゃ良くて、そうだからもしかしてもうすでに混んでるかもしれないんですけど、今日は平日だと思うんですよね、月曜日だから。わかんない、多分ゴールデンウィーク前のお休み平日だと思う、最後の。眩しい。とりあえず行ってみたいと思います。ここは全部海沿いの道。はい、今ですね熱海を通過しております。熱海もさリゾートホテルがやっぱり多いから、この辺もリゾバも多いし、タイミーとかのスキマバイトもめちゃめちゃいろいろ仕事があって、ホテルのお仕事とかはねかなり見つけやすいです。レストランとか清掃とかかな。そうだから熱海とか、もっと行って箱根の方とかさ、あの辺とかもリゾバもあれもめちゃめちゃ多いからいいよね。箱根はちょっとサーフィンはできないけどさ、山の方過ぎてサーフィンに行くまでに大変だから、サーフィンメインの人は箱根じゃリゾバは多分できないと思うんですけど、熱海もね、熱海もできるとこが遠いからサーフィンが。でもなんかこういう通り道とかでさ行くのはいいのかなと思います、リゾバで。私もこの間熱海で仕事したんですけど、ちょっと走ればなんかいろんな仕事が選べるから、なんか今日は仕事がないなみたいな日があんまりないかも。結構ギリギリ、私はリゾートバイトの休みが前の日とかで直前にしか決まらないから、いつも前日とかにスキマバイトの予約応募するんですけど、それでも仕事が残ってたりとか、直前になんかいい仕事がピッて入ったりとかもするから、本当にこればっかりは何とも言えないって感じで、その日のタイミング次第って感じなんですけど、今日は私は小田原でお仕事で12時半からだから
今ね10時半で、1時間ぐらいあるから、ちょっとあと運転してご飯食べるって感じ。ご飯食べて間に合うよね。間に合います。だから今日はね朝ね、6時半ぐらいにお家出たんですよね。そうで近くの海見て誰も入ってなくて全然ダメで、もしかしたら今日入れないかもしれないからと思ってちょっと5分ぐらい行ったとこで寮に戻ってパソコンを取りに帰ったんですよ。もし最悪カフェとかで動画編集とかできるなと思ってさ。でも今日はそんなパソコンをありがたいことに触る時間もない感じで海も入れたから良かったです。この辺はさやっぱり小田原とかさアジ伊豆の方とかさアジとかやっぱ海鮮がすごい有名で、最近私アジ結構食べてるんですけど、アジフライとかさアジのお寿司とかなんかやっぱそういうさその土地のものを食べたいから、もう今日もアジを食べようと思ってるんですけど、メニューもいろいろ多分あると思うから、お店に行って、ちょっと見つつね決めたいと思いますめちゃめちゃお腹すいた。もうあと3分です。すごい海がめちゃ綺麗。あと1分で着くんですけど、多分ね海が見えるお店だと思うんですよね。めちゃめちゃ綺麗。なんかレビューが4000近くあったからさ、どんな感じなんだろうね。大人気のお店なのかな。はい、あった。ありました。結構車止まってるかな。結構車止まってる。はい、こんな感じのお店です。小田原食堂団というお店に入りたいと思います。忙しいかな。美味しそうですね。目の前の海でね、取れたお魚使ってますね。今本日ね、こちらの5種類のお魚が載ってます。はい。あとはね、江戸浦丼と海鮮丼はミニ丼にもなりますので、ミニ丼とね、お蕎麦のセットを。このミニとざるそばだったらおいくらになるんですか？こちらです。ざるそばと、これがね、江戸浦丼にもなりますので。わかりました。はい。あとね、3番を押していただきようかな、一番上の。はい、わかりました。なんかね、このざるそばとこの江ノ浦丼っていうのがあって、ねえ見て、こんな席案内してくれて、このテラスじゃない、なんかすごくない？見て、これさ、カツオとアジとタイと何だったっけ、なんか5種類ぐらいさで、しかもこれは手打ちで二八そばって言ってたよ。楽しみ。いただきます。これを見ながら食べたいと思います。はい、いただきます。お醤油。わさびはざるそば用なのかな、これ。こっちは生姜が乗ってるから生姜で食べた方が良かったのかな。あ、ここにわさびあったわ。こっちにざるそばに使おう。ネギと天かすが入ってる。じゃあまずこれ丼から食べるね。ちょっとアジを。ね。めちゃめちゃ美味しいよ、やばい。
お蕎麦美味しい。めちゃめちゃコシがある。魚が先になくなっちゃってさ、酢飯だけ残ってる。卵。はい、ごちそうさまでした。めちゃめちゃ美味しかったです。しかも景色もいいしさ、スタッフの方がみんななんか優しくて、ご飯ついてはさ、写真撮ってくれたりとかしたし、もう一人のさ、動画撮っていいか聞いた方とかもさ、何かで、見れるんですかって言って YouTube、聞いてくれて、また紹介しますねって言ったんですけど、みんな優しかったです。美味しかったです。ごちそうさまでした。では今から私はお仕事をしに行ってきたいと思います。はい、お疲れ様でした。今終わりました、お仕事が。今から帰るんですけど、寮まで。はい。とっても楽しい一日でした。はい。今日のお仕事は5時間半お仕事して7200円。の報酬になりました。はい。ということで、今日はご飯も食べれたし、海も入れたし、今から帰って、寮で温泉に入って温泉に入りたいと思います。はい。はい。ということで、ターンレフトか。くるんと回らないといけないのか。はい。ということで、今回も最後まで見ていただいてありがとうございます。この動画がいいと思ったら、チャンネル登録や高評価、ブーもよろしくお願いします。ではまた次回の動画でお会いしましょう。さようなら。